日本の国技でもある相撲について深掘りをしていきますね。八景に残ったこの語源はヘブライ語である。言葉のルーツ以外にも驚きの秘密があるんですよ。こんにちは。ストレンジハンターのタカです。今回は日本の国技でもある相撲について深掘りをしていきますね。過去の動画でも相撲の語源はヘブライ語である。また、相撲で必ず使われる言葉、八景に残ったという言葉も同じくヘブライ語であるとお話をしました。そんな相撲、言葉のルーツ以外にも驚きの秘密があるんですよ。今回はそんな秘密に迫っていきたいと思います。そもそも相撲って何？という人はほぼほぼいないと思いますが、簡単に説明しておきますね。相撲とは、二人の力士がぶつかり合い、様々な技を出し合って勝負をする武道のことです。道具は使わず、体一つで勝負ですね。相撲には長い伝統があり、礼儀作法もしっかりとある。それが相撲です。そんな伝統ある相撲、一体いつから始まったのでしょうか。相撲の歴史を振り返ってみましょう。日本の国技といっても、日本だけではないんですよ。冒頭でもお話しした通り、もともとの語源はヘブライ語では、という説があるように、歴史も世界から始まります。時代は古代エジプト文明まで遡ります。古代エジプト文明のお墓には、相撲のような壁画が残されています。二人の人間がぶつかり合い、戦っているように見えますよね。また、古代バビロニア、現在のイラク南部の遺跡には、腰に布をつけた二人組が取り組みをしている、そんな置物が見つかっています。この布、今のお相撲さんがつけている、回しにそっくりですよね。また、別の動画、日中同ソロンでお話しした、天使とヤコブの相撲、という話で、旧約聖書にも相撲は描かれていますね。続いて、日本国内での相撲の歴史を振り返ってみましょう。相撲は古事記や日本書紀にも登場しています。古事記には国譲りの争いが武三日槌の神、そして大国主の子供の武南方の神、この二人の力比べによって解決したことがあります。これが日本の神話にある最も古い相撲になるでしょう。また日本書紀には大和、現在の奈良県にいた大麻の気配が俺より強いやつおらんわーって調子に乗ってた時に、天皇が出雲、現在の島根県からのみの宿根という男性を連れてきて相撲を取らせました。この結末はのみの宿根の勝ちという結果になりましたという表現がされています。日本の古い書籍にもこのように記録として残されています。物質的な歴史として相撲が見られるのは、古墳時代に作られていた埴輪です。古墳時代にはたくさんの埴輪が作られていましたが、その中には力士の姿をしたものも出土しています。腰の周りに布を巻き、現在の回しとそっくりですよね。この時代の頃はスポーツというよりも神事の側面が強かったです。作物が豊かに実るように祈りや作物の出来を占う部分があったのでしょう。平安時代には相撲は貴族のものでした。天皇の前でも披露されていました。貴族の中では少しずつ娯楽としての側面も出てきましたが、国の平和や作物の豊かな実りを願う儀式としても行われていました。時が流れ、貴族中心の時代から次第に武士が力をつけてきた頃から、民間人へも相撲が浸透してきました。特に武士は戦で組み合って勝つ訓練として相撲を取るようになりました。他に人事での神事として相撲を取り、人事での神事として相撲を取り、人事での神事として相撲を取り、神様に奉納することも昔から続き、よく見られます。今の大相撲の基礎ができたのは江戸時代です。
もともとは相撲取りを職業にする人たちがお金を稼ぐことが目的で、今でいう巡業を始めました。そのおかげで相撲は庶民にも広がり大人気となりました。横綱の存在も江戸時代からです。神事だけでなく庶民のスポーツや娯楽の一面としても人気が出て認知されるようになりました。この時代では相撲は大盛り上がりです。明治時代、文明開化の中、新しい外国の文化がたくさん入ってきました。そんな中、相撲は裸で野蛮だという理由で禁止されそうになった時期もありましたが、なんとか回避しました。第二次世界大戦の後、柔道、剣道などの武道が GHQ により禁止された際、相撲は禁止対象から外されました。まさに奇跡です。現代では外国人力士も増え、相撲女子という言葉が流行り、若い女性からも人気がある国技となっています。以上が相撲の歴史となっています。長いですね。世界の歴史からも考えるとめちゃくちゃ長い歴史です。この歴史からもわかるように、相撲はただのスポーツではないということが分かったかと思います。では、ここからは相撲の文化や伝統、所作、そこからチラ見えできる神事の一面についてお話をしていきましょう。土俵に上がった時に力士が行う動作にも実は意味が込められています。よいしょー、よいしょーと四股を踏む。これは準備運動ではないんですよ。一見すると柔軟かなって思いますよね。四股には地中にいる邪悪なものを踏みつける意味があります。力士の重さで踏みつけられたら邪悪なものも逃げてっちゃいますよね。力水をつける。柄杓から口に水をつけて身を清めます。神社の手水屋でする行為と似てますよね。というか、柄杓が神社を連想させちゃいます。次に、相撲を取る前に力士は何か撒いてますよね。白いもの。あれは塩なんです。この土俵に塩を撒く行為は土俵を清めるためです。浄化、汚れを落とすことを意味しています。なんと1日45キロの塩を使うそうです。なんと一場所だけで650キロを超える塩が使われているそうです。土俵を舐めたら絶対にしょっぱいですよね。そのしょっぱさは汗なのか塩なのか、果たしてどちらでしょうか。塩を使って浄化する。神社でも身を清めるために塩が販売されていますよね。神事と通ずるところがありますね。というかもはや神事出身ですよね。チリチョーズ。手を広げ、その後手を叩いている動作のことを指します。細かく見てみると、軽く手もみをして柏手を打っています。その後両手を広げ、手のひらを上に向けた後、下向きに返します。これにも意味があります。そもそもこの動作にも言葉があると思いませんよね。最初の動作の手もみは、草についた夜露で手を清める動作です。柏手は相撲の神にここに来たと知らせる意味があります。そして手のひらを下に返すのは、塵を落とし武器を持っていないことを知らせます。塵ちょうずが終わると、見合って見合って、はっけよい残ったですね。勝負がつき、懸賞金がかかっているときは、懸賞金を受け取ります。その時行司から受け取る前に、左、右、真ん中の順に手刀を切ります。これは、懸賞金いただきます。ごっつぁんです。って軽いものとは違うんですよ。豊穣の神様に感謝する意味があります。ちなみに、豊穣の神様は、手刀を切る場所にそれぞれいらっしゃいます。左が、神結びの神。右が、高見結びの神。そして中央が、天海中主の神を意味します。この三神は、日本神話に登場する五穀豊穣の守り神で、手刀を切ることで、三神に勝利と褒美を感謝することを表しています。もはやこれは、神々との対話。次は、選ばれし男の中の男。強さだけではない。
品格を求められる横綱にも神様とのつながりがあります。そもそも横綱の存在は、すべての力士を代表する存在であると同時に、神のよりしろであることの証とされています。横綱の生まれた理由は諸説あり、はっきりとしていませんが、一説によると、地鎮をするときに綱を腰に締めて地面を踏む儀式から横綱が生まれた説もあります。家を建てる前に地鎮祭をやりますが、それって神主さんがやりますよね。横綱はそれと同等ということでしょうね。さらに横綱が腰に巻いている白い横綱は神社にあるしめ縄が由来の説もあります。もうあの横綱の白いのってしでがついちゃってますもんね。はい。神社。存在が神社。もうこれは神社です。存在自体が神社です。というより、神のよりしろって結構リアルな話だと思いませんか？そんな存在がもはや神社のお相撲さん。本家、神社へも行きますよね。神社の歴史からもあったように、祈りや感謝、神事としての一面もあり、神社とは切っても切れない関係があるように感じますよね。新しい横綱が誕生すると、明治神宮で横綱土俵入りの儀式の手水入りというものがありますね。僕もとうとう神様になりましたっていう神様へのご報告。神社とは切っても切れない関係ですよね。次に紹介するのは土俵周りについてです。土俵の上を見上げると、そこには何やら屋根があります。この屋根、どこかで見たことありませんか？そう、神社の屋根とそっくりですよね。これには、館という名前がついています。白色の桜の紋章が入った紫の幕は水引幕。水引幕には、取り組みで熱くなった土地を沈める意味があるとされています。水引幕の真ん中と館の四隅には4色の房がついています。もともとは館は4本の柱で支えられていました。そして、その柱にはかつて、今は宙に浮いている、青、赤、白、黒の布が巻かれていました。この4つの色は、季節、方位、守る神様を表しています。青は、春、東、清流。赤は、夏、南、朱雀。白は、秋、西、白虎。黒は、冬、北、玄武。と、それぞれ意味が込められているんですよ。方角に関しては、実際の方向とは一致しません。行事を正面に見る方位を正面として、東西があります。大相撲では、土俵は本場所ごとに新しく作られる。なぜ新しく作るのか。それは、土俵には神様がいるからです。本場所が行われている期間は、土俵に神を迎え入れていると考えられています。本場所初日の前日の朝には、土俵に神様を迎えるための土俵祭りが行われます。ご覧ください。まるで土俵が神社のようになっていますよね。ぬさを立て、神職の衣装を着た行司が祝詞を述べる。はい、これも神社です。実は土俵の中央にはひっそりと穴があるんですが、その中に縁起がいいとされる昆布、勝ち栗、スルメ、塩、米、茅の実を収めていて、お酒をかけて土をかぶせる。はい、儀式です。本場所の最終日や千秋楽には神送りの儀式が行われています。はい、儀式の香り。ここまで見てくると、相撲ってただの娯楽ではないことが分かってくると思います。相撲は土地や農作物に関係するスポーツですよね。横綱のところでもお話ししましたが、相撲には地を沈める行為もあるんですよね。これはもはやただのスポーツではなく、神事ですよね。地を固める。これは土俵だけの話ではないでしょう。より広く見ると、日本という国土を固めるものではないでしょうか。相撲は神事であり、日本の土地を
もしかしたら世界の土地を沈める役割があるのかもしれませんね。スポーツっていうのは文部科学省の管轄ですが、相撲に限っては国土を守るという意味で国土交通省の管轄にしてもいいのではと僕は考えちゃいますね。今回の動画で相撲には長い歴史と伝統、そして礼儀、その中にも時代に合った新しい風を吹き込んだ日本の国技であるということが分かっていただけたかと思います。相撲を見るときには試合の前後や会場にあるものを見てみるとまた面白いと思います。今回はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。